戦争が終わり、各国の思惑が複雑に入り混じっていく中、2度の世界大戦を経験した人類は、3度目の大戦は何としても防がなければならないという共通認識を持つようになりました。こうして世界は2度目の世界大戦を防ぐことができなかった国際連盟に代わる新たな平和維持機関を作り上げます。国際連合です。この国際連合の設立は第二次世界大戦の戦勝国であるアメリカ、イギリス、ソ連が主導しましたが、各国の思惑にはそれぞれの違いがあったため、調整は難しいものでした。まず、イギリスの考えは、世界を3つの地域に分けて平和を維持しようというものでした。この考えは、世界は広い。世界のどこかで紛争が起きても、遠くの国は関係ないと考えるだろう。よって紛争を本気で解決しようとするのはその近くにある国だという意見が根底にあります。そのためイギリスはヨーロッパ、南北アメリカ、太平洋地域の3つにそれぞれ地域理事会を作り、その上に世界理事会が設置されるべきだと考えていました。こうすることで紛争地域の近くにある国々が本気でそれを解決しようとすると考えたのです。次にソ連の考えは、大きな国同士の紛争を防ぐことこそ重要だというものでした。この考えは、小さな国が果たす役割はほとんどない。大きな国が協調することが大切だという意見が根底にあります。そのためソ連は、平和を維持する機関では大きな国が主導権を握るべきだと考えており、決定を行う際には大きな国が拒否権を発動できるようにしたい。それこそが大きな国同士の協調を保障すると考えたのです。最後にアメリカの考えは、そのどちらとも違う意見を持っていました。イギリスの考えに対しては、もしも世界を3つに分けたら、その間で勢力圏争いが起きるだろうとして否定的で、ソ連の考えに対しては、大きな国が協調することが大切だという点には賛同しましたが、小さな国が果たす役割はほとんどないという点には反対しました。アメリカの考えは、大きな国だけでなく全ての国に役割があるというもので、できるだけ多くの国で平和維持に取り組むべきだと考えていました。さらに当時のルーズベルト大統領は、戦後の国際秩序を維持する仕組みとして4人の警察官構想を提唱していました。これはアメリカ、イギリス、ソ連、中国の4大国がそれぞれの地域で警察官のような役割をして平和を維持していくという構想です。このように国際連合の設立に向けては各国の間で意見が対立していましたが、その出発点となったのは第二次世界大戦中にイギリスとアメリカが行った首脳会談、大西洋会談でした。両国の首脳はここで大西洋憲章を発表しており、この憲章で掲げられた領土不拡大や平和の維持などの原則は連合国共通の理念となっていきます。こうして大西洋憲章の理念の延長線上に国際連合の設立が提唱されることになり、アメリカの首都ワシントンにあるダンバートンオークス邸で会議が開かれました。前半はアメリカ、イギリス、ソ連の3カ国、後半には中国も加わって協議が行われます。この会議では国際連合の機関として全ての加盟国で構成される総会と、大国を中核とする安全保障理事会を設け、その2つを主体とすることが合意されました。さらに安全保障理事会の意思決定の方法においては、大きな国が協調することが大切だという考えのもと、ソ連が主張していた拒否権が常任理事国の特権として認められることになります。こうして国際連合の具体的な構想が固まりつつある中、アメリカのサンフランシスコで会議が開かれました。これまでの会議が大きな国を中心に行われていたのに対し、この会議には小さな国も多数参加して国際連合の在り方を共に議論しています。この会議で最大の課題となったのは、大国と小国の利害をどのように調整するかという点でした。小国は大国が決めたことをそのまま受け入れるつもりはなく、常任理事国が持つ拒否権をめぐって反対意見を出しましたが、最終的には拒否権を廃止させることはできず、その仕組みが維持されることになりました。こうして51カ国が国際連合憲章に署名し、国際連合が設立されたのです。さて、こうして設立された国際連合の目標は、平和と友好、そして人権の尊重と国際的な調和であり、それらを達成するために国際連合には6つの主要機関が設置されました。
まず総会です。総会はすべての加盟国の代表で構成され、各国は国の大小に関係なく一国につき1票の投票権を持っています。ここで国連の活動に関する基本方針や政策が決められていくのです。次に安全保障理事会、通称安保理です。設立当初、常任理事国はアメリカ、イギリス、ソ連、中国にフランスを加えた5カ国とされました。非常任理事国は総会によって選ばれ、任期は2年で6カ国でした。この安全保障理事会は国際平和と安全に主要な責任を負っており、平和の維持や回復に必要な措置として軍事行動を取ることも可能とされています。しかし当然ですが、そのような重大な決定は簡単には決められない仕組みになっています。ここで重要になるのが常任理事国が持つ拒否権です。安全保障理事会の決定は大きく分けて2つの種類があります。手続き事項と実質事項です。手続き事項というのは会議の運営に関する決定のことです。例えば会議の議題をどうするか、会合を延期・再開するか、調査や報告を要請するかといった事項が含まれます。一方で実質事項というのは国連の方針や活動に関する決定のことです。例えば新しい加盟国の承認、事務総長の任命の推薦、軍事行動の実施などがこれにあたります。先ほどお話しした拒否権が適用されるのは実質事項であり、手続き事項には適用されません。つまり会議の進め方については常任理事国が反対しても決定が成立しますが、国連の方針や活動については常任理事国の同意が不可欠なのです。ではこの実質事項の中でも代表的なものとして軍事行動の実施を例にとり、具体的に拒否権の力を見ていきましょう。もしも安全保障理事会が軍事行動の実施を決めようとする場合、安保理で会議が開かれ、各国理事会が1票の投票権を持って賛否を表明します。決定を行うには11カ国のうち少なくとも7カ国の賛成が必要ですが、その際に常任理事国のうち1カ国でも反対票を投じればその決議は否決されます。これがいわゆる拒否権であり、常任理事国5カ国の権限は他の国よりも強いものとなっているのです。ただし常任理事国が棄権することもあります。この棄権は拒否には当たらないため、必要な賛成票が得られれば常任理事国が棄権しても決議は成立します。また紛争の当事国が理事国となっていた場合、その国は該当する案件については投票に参加せず義務的に棄権することが決められています。このような条件の下で安保理における実質事項の決定が行われていくのです。さてこれまでは国連の中でも中心的な役割を担う総会と安全保障理事会について見てきましたが、その他の主要機関についても簡単に触れておきます。経済社会理事会は経済、社会、文化、教育などの分野を扱い、加盟国間の協力や専門機関との連携を推進する機関。信託統治理事会は旧植民地や委任統治領を国連の信託統治制度の下で管理し、最終的に独立へ導くことを目的とした機関。国際司法裁判所はオランダのハーグに置かれ、国際法に基づいて国家間の紛争を裁く機関。事務局は事務総長を中心として国連の日常的な業務を運営・管理する機関です。このように6つの主要機関が連携することによって国際連合が作られ、戦後の国際秩序が規定されていったのです。